にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、中トローリ白い生ガトーショコラを作っていくよ。ホワイトチョコで作るガトーショコラですか。黒いチョコで作るものとはまた一味違って美味しいやつですな。絶妙な焼き加減で中をとろりと生食感に仕上げちゃうよ。もしかしてこれ、ホワイトデー用に？間に合わなかったよ。でも美味しくできたから投稿しちゃうよ。ホワイトデー関係なくてもぜひ作ってみて。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。では始まってますが、まずは全卵をしっかりほぐします。ここでポイント。卵白部分をしっかりほぐすけど空気を入れすぎないように。無駄には泡立てないようにしよう。空気が多すぎると必要以上に膨らみすぎたり、食感が軽くなりすぎてしまいますぞ。今回は濃厚めに作りたいのです。そしてお砂糖。混ぜ混ぜ。ここでも混ぜすぎない。混ぜすぎない。次に粉類。薄力粉とコーンスターチをあらかじめ混ぜてからふるって合わせるよ。ダマを作っちゃいけないけど慌てて強く混ぜないよ。ダマが不安なら最後にこせばいいからね。そして違うボウル、バターを溶かすよ。溶かしてる間にホワイトチョコを用意。今回はダースを使おうかな。細かくする手間がなくて楽ちん。1個は地味。こら、作る分がなくなりますぞ。はい、溶けたバターさんです。そこにホワイトチョコを入れてバターの余熱で溶かします。刻んでおけば溶けやすいんだけど、溶けきらないときは軽くチンして乳化させよう。チンするときは熱くさせすぎないように気をつけましょう。特にホワイトチョコは50度超えすぎると、ブツブツとダマになってしまいますぞ。チョコとバターが合わさったら、さっきの卵たちと合わせます。数回に分けて入れるといいよ。一気に加えると卵に熱が伝わりすぎてダマになる恐れがあります。生地はこれで完成。ちょっとダマありそうだったからこそうかな。はい、ダマなし。そしたらマフィン型を召喚。型は円柱型なら何でもいいかな。生地を型の半分くらいまで流します。そしておまけでこれ入れちゃおうかな。じゃん、冷凍いちご。白と赤でいい色合いになると思う。入れるパターンと入れないパターン両方やろう。ホール一粒だと大きすぎるから半分にしよう。表面から隠して中心に入れちゃおう。では焼成です。こちらの温度で焼いてきます。レッツゴー。あちゃ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 。ミトンを使いなさい。焼けたフルーツある方は中心に冷たいものがある分、追加で焼いてあげよう。じゃん、いい感じいい感じ。チラ見えしてるのが可愛いね。粗熱が取れたら仕上げに粉糖で真っ白にお化粧してあげよう。これで完成。それではいただきます。おいしい。ホワイトチョコのミルク感が濃厚に口いっぱい広がる。中心が柔らかめの生加減な焼き具合がナイス。黒いチョコレートじゃ味わえない。白いガトーショコラだからこその良さがあるね。いちご入りの方も味わっちゃうよ。
がいい具合に火が通って、いちご周辺の生地が生食感になってていいね。いちごもジャムやソースみたいになっててとろーり食感を手助けしてくれてる。いちご以外の冷凍フルーツでも美味しそうだね。ブルーベリーとかも良さそう。火を通すならフレッシュのものでなく、冷凍のもので安価で近い味を出せますぞ。冷蔵庫で保存した時は、中心が温まるくらいに軽くチンしてあげると、中心がとろふにゃになって美味しいよ。ぜひ作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。